山猫先生、もうすぐストレスチェックの時期ですね。準備を始めているんですが、そもそもの仕組みをちゃんと理解できていない気がして。いいタイミングだね。今日はストレスチェックと高ストレス者面談を順番に整理していこう。まず法律の話から。ストレスチェックは労働安全衛生法に基づく制度で、今は労働者50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられているんだ。そして法改正でこの50人以上という人数の条件は撤廃されることが決まっているんだ。施行は2028年4月の予定。遅くとも2028年5月までには全ての事業場で実施が義務になるんだよ。小さな職場でもみんな対象になっていくんですね。次に義務は誰にあるのか。ここはよく誤解されるところなんだ。会社、正確には事業場にはストレスチェックを実施する義務がある。でも労働者には受験する義務まではないんだよ。受けなくてもいいんですか？そう、ここで大事な考え方を一つ。受けて不利益がないということは、受けなくても不利益があってはならないということなんだ。ただね、ストレスチェックの目的は一時予防、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことなんだ。だから受験のメリットを理解してもらえるように繰り返し情報提供をしておすすめしていくことが大切だよ。質問票に答えながらこういう項目に当てはまるということは、もしかして今ストレスが高いのかなと自分を振り返る機会にしてもらう。それだけでも十分だと思うんだ。受けさせることが目的じゃなくて気づきのきっかけなんですね。それから絶対に守ってほしい注意事項があるんだ。誰が高ストレス者なのか会社が探しに行くこと、これは絶対にダメ。ストレスチェックの結果はとても重要な個人情報なんだ。会社が高ストレス者を把握するのは、ご本人が高ストレス者面談を受けたいと希望した時、その時が初めてなんだよ。どうして希望すると会社にわかるんですか？いい質問だね。高ストレス者が産業医面談を希望したら、会社には面談を実施する義務がある。面談の日程を調整するには、その人が高ストレス者であることを知らないと調整ができない。つまり知らざるを得ないという仕組みなんだ。知ってもいいじゃなくて知らざるを得ないなんですね。そして個人の結果とは別に集団分析の結果は職場環境の改善に活かせるんだ。昨年度、つまり前回の結果との比較や他の部署との比較で業務の量や質、上司や同僚のサポートといった観点から見ていくんだよ。コツは悪いところ探しではなくて、良い部署の良い点を積極的に見つけて他の部署にも取り入れていくことだよ。良いところを広げていくという発想なんですね。じゃあ最後に高ストレス者面談では何をするのか紹介するね。まずストレス要因の振り返り、大きく3つに分けて考えるんだ。1つ、仕事によるもの、業務量や業務の質、職場の人間関係。2つ、環境の変化によるもの、就職、引っ越し、移動、昇進など。3つ、プライベートの要因、育児や介護などだね。その上で睡眠や食欲などにストレス反応が出ていないかをチェックして、健康的なストレス解消法をおすすめする。そして職場環境の改善に向けたコメントを意見書に書いて職場に提出するんだ。意見書ってどこまで詳しく書くんですか？そこが工夫のしどころなんだ。なるべく面談を受けた方の不利益にならないように注意して書く。だからあまりに具体的な記載にならないように、通常は一般化して書くことが多いんだよ。例えば慣れない業務の負担感が強いとか、職場の人間関係でストレスに感じることがあるといった程度の書き方だね。具体的な業務の内容は会社や上司からご本人に直接聞いてもらった方が間違いが減ると思う。産業医の意見書で見たけれど、この点についてもう少し詳しく教えてくれないかという使い方をしてもらうのが
良いと思うんだ。意見書は入り口で、詳しいことは対話で、なんですね。まとめよう。ストレスチェックは一時予防のための制度。会社に実施義務はあるけれど労働者に受験義務はない。だからこそ気づきの機会として繰り返しおすすめしていく。高ストレス者探しは絶対にしない。集団分析は良い点を広げる方向で活用する。そして面談と意見書はご本人の不利益にならない形で職場の改善につなげていくんだ。山猫先生、ありがとうございました。今年のストレスチェック、自信を持って進められそうです。何かあったらいつでも相談してね。ご視聴ありがとうございました。